はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、病気のリスクを59%も低下させる納豆など大豆製品の取り方と効果についてお伝えしたいと思います。で、あなたは納豆などの大豆製品を積極的に食べるようにしているでしょうか？大豆製品ではですね、最も食べられているのが多いのは納豆がありますし、他にもお豆腐であるとか、きな粉とか豆乳などもありますよね。で、これらの大豆製品は健康的にとてもいい栄養素がたくさんありますので、健康的にも美容的にも、そしてダイエット的にも超優秀な食品なんですね。そして今回ですね、研究の結果からこのような大豆製品の取り方次第では病気による死亡リスクをなんと59%も低下させるというすごい効果が分かりましたので、このことについてお伝えしたいと思います。この動画をご覧いただくことで大豆のすごい効果が分かり、積極的に摂ることで様々な病気のリスクを低下させることができます。逆にご覧いただかないと大豆の効果がよく分からずに、あまり積極的に食べる気にならずに、せっかくの大豆の効果が発揮されないような取り方で病気のリスクが上がってしまいますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、今回はですね、なぜこの大豆製品がこれほど効果があるのかという理由をですね、先にお伝えして、その次に研究報告をお伝えしていきますね。で、まずですね、大豆製品の栄養素についてなんですが、大豆ってね、本当にすごい植物なんですよね。で、まずですね、大豆が最も優れていると思うのはタンパク質なんですよ。で、大豆はですね、ご存知の通り植物なんですよね。動物性食品ではなくて植物性食品なんですよ。で、植物でタンパク質が多い食品ってほとんどないんですよね。大体ですね、タンパク質が多いものといえばお肉、お魚、牛乳、卵など動物そのもの、動物のお肉、魚のお肉、お肉というか魚ですけども、魚の身であるとかね、あるいは動物から作り出されたもの、牛乳とか卵とかは動物から取り出されたものですよね。こういうふうにその動物産のものばかりなんですよね。ですからその筋肉をつけよう、タンパク質を取ろうとするときにはですね、大体この動物性食品をね取ろうと思ってるはずなんですよ。で、またプロテインをね使っている方も多いと思うんですが、筋肉つけようとかね、その綺麗になるためにプロテインを使うという方もいらっしゃると思うんですけども、プロテインといえばですね、市販されているほとんどのそのプロテインの製品はもう9割ぐらいはですね、牛乳から作り出されたホエイプロテインばかりなんですね。牛乳製ばかりなんですよ。でね、例えば Amazon とかの通販でですね、プロテインっていうふうに検索していただくと、その9割はもうほぼ牛乳から作られたプロテインばかりなんですね。それだけですね、植物からタンパク質が取れるものっていうのは少ないものなんですよね。で、また植物の場合には必須アミノ酸というですね、このアミノ酸のバランスが悪いものが多いんです。アミノ酸っていうのはね、タンパク質を分解したものなんですけどね、このアミノ酸のバランスっていうのがあるんですよ。で、必須アミノ酸とはですね、体の中で作られないアミノ酸で、食べ物から補給する必要があるものなんですね。しかしですね、植物性のアミノ酸はそのバランスがですね、ほとんどの食品で悪くて、アミノ酸のバランスを表す数値、アミノ酸スコアというものがあるんですが、これがですね、満点100点のものなんですね。で、これがですね、お肉であるとか、お魚とか卵とか牛乳とかですね、こういった動物性食品ではこのアミノ酸スコアが100点、満点なのに対して、植物性のタンパク質はとても点数が低い状態なんですね。ですから、その植物性のものだけではなかなかそのタンパク質がいいものが取れないので、必須アミノ酸が取れないので、健康的にあまりよろしくないよと。なかなかですね、植物だけで健康的に生きるのは難しいよというふうに言われているんですね。しかしですね、そこに大豆は畑の肉というふうに呼ばれるほど、含まれているタンパク質がですね、動物性食品と多いもので、そしてアミノ酸スコアもですね、必須アミノ酸のバランスも100点のとても優秀なタンパク源なんですよね。そしてですね、肉、牛乳、卵などの動物性食品をですね、摂りすぎると、飽和脂肪酸といって悪玉コレステロールを増やしてしまう油を摂りすぎになることになってしまいますので、血液がドロドロになってしまって、例えばね、血が行きにくくなるとか、詰まりにくくなってしまうんですけども、大豆はですね、植物性食品ですので、このようなリスクもなく、
血液がドロドロになることがなく、良質なタンパク質をノーリスクで摂取できる素晴らしい食品なんですね。でまた大豆にはですね、動物性食品にはない栄養素である食物繊維がとても豊富に含まれています。食物繊維は便秘の解消になる効果があるほか、糖の吸収を穏やかにして血糖値を上がりすぎるのをね抑えてくれますし、食物繊維はたくさん摂れば摂るほど痩せるっていうダイエット効果もあるんですね。摂れば摂るほどね痩せるっていうのはなかなかない栄養素なんですよ。糖質は摂れば摂るほど太りますよね。脂質は摂れば摂るほど太りますよね。タンパク質も摂れば摂るほど太るんですよ。でも食物繊維は摂れば摂るほど痩せるっていうふうに言われてるんですよね。これはもう研究結果から分かっていることなんですよ。なのでこういったダイエット効果もありますし、善玉菌の餌となって善玉菌を増やすことで腸内環境の改善効果もあるんですね。ですからこの食物繊維が含まれている大豆製品ではとてもいいんですよね。そしてですね、女性に嬉しい成分として大豆イソフラボンも入っています。で女性ホルモンはですね、女性にとって体を作るための重要な働きをしているんですが、年齢を重ねるたびに減ってしまって、そして月経が終わるタイミングで激減してしまうんですね。でそうすると骨が弱くなってしまったり、めまいであるとか頭痛などの不調が出てきたり、病気になるリスクが上がってしまうんですよね。そこへイソフラボンというのは女性ホルモンに似た作用をすることから、このような女性ホルモンの低下による症状を抑えてくれるという効果があるんです。だから女性はやっぱりこの大豆製品をちゃんと摂ってもらいたいんですね。でまた大豆にはですね、他にもビタミン B1 であるとかビタミン E とか葉酸などのビタミン類やカリウム、マグネシウム、カルシウム、リン、鉄、亜鉛、銅などのミネラルもねバランスよく豊富に含まれていますので、私たちの健康と美容を強力にサポートしてくれるスーパー食材なんです。ですから私のチャンネルでもですね、以前からその大豆はね積極的に食べてくださいということをお伝えしているんですね。そしてですね、今回の研究では大豆がいろんな病気による死亡リスクを大幅に減らしてくれるという作用が見つかったんですね。この研究は日本の国立がん研究センターで行われたもので、日本人のですね生活習慣、生活環境との病気とのね関わりを明らかにするための大規模研究 JPHC スタディというその研究があるんですが、これにですね参加した方45歳から74歳までの9万2915人のデータを対象として食生活と死亡との関連性を調べました。日本でね9万人超えるその研究報告ってなかなかないですからね、かなり大規模な研究なんです。でこの研究チームはですね、さまざまな大豆製品の摂取量を調査して、大豆製品の摂取量が少ない方から多い方までを5グループに分けたんですね。だからこっちの方はね一番摂取量が少ないと、そして徐々に摂取量が多くなって一番こっち側は摂取量が多い方という5グループに分けたんですよ。そして大豆製品の摂取量とあらゆる原因による死亡であるとか死因別の死亡との関係性を検討しました。でこの調査の結果ですね、発酵性大豆食品、つまり発酵させてある大豆製品なんですけども、これですね納豆とお味噌があるんですね。発酵させている大豆製品というのは納豆とお味噌があるんですよ。でこの2つはですね、摂取量が多いほどあらゆる原因での死亡率が低いことが分かって、発酵性大豆食品はですね、最も摂取量が少ない方に比べて最も摂取量が多い方では納豆では16%、お味噌では11%も死亡リスクが低いことが分かったんですね。だから全ての原因での死亡率でですね、納豆で16%も低下して味噌では11%、これをですねその摂取しているだけで低下するということですので、発酵性大豆食品ですごい効果があるなということが分かったんですよ。そしてですね、続いて死因別でのね大豆食品との関係性を調べたところ、心血管疾患、これはですね心臓の病気であるとか脳血管障害などの病気をね合わせた言葉なんですが、この心血管疾患のリスクにおいてですね、納豆を最も多く摂取しているグループでは男性では24% 死亡リスクが低下して、女性では21% 死亡リスクの低下が認められました。ですから納豆を食べるだけで20% 以上も心臓血管系のリスクが低下するっていうことが分かりましたので、これもすごい効果ですよね。だから例えばですね、血圧が高い方であるとか、あなたちょっと心臓弱いですよみたいに言われた方はですね、納豆をちゃんと毎日食べた方がいいということが分かるんですね。
でそしてさらにですね、心臓疾患、狭心症であるとか、心筋梗塞に限った死亡リスクではですね、男性では29%も死亡リスクが低下してですね、脳血管障害に限った死亡リスクでは女性で33%も死亡リスクが低下していたんですね。でまた女性ではですね、呼吸器疾患による死亡リスクも38%も低下しています。なので呼吸器疾患といえばね、その喘息であるとか慢性閉塞性肺疾患 COPD という病気もあるんですが、こういった呼吸器疾患による死亡リスクも低下させて、そして今流行っている新型コロナもありますけれども、このコロナでさえも呼吸器疾患ですから、この死亡リスクも低下させてくれるという効果もあるんですよ。ですから納豆とかお味噌を食べるだけでもかなり死亡リスクを低下させることができるんですね。でじゃあですね、この納豆の病気を予防して死亡リスクを低下させるすごい効果を手に入れるためには、どの程度その量を食べないといけないかなんですが、どう思いますか？もうこれだけ効果あるんだったら1日に 2,3 パックね食べないといけないんじゃないかなというふうに思うじゃないですか。でもですね、これは1日に 26.2g 以上という量になりました。これは普通にですね、売ってある納豆の四角いパックがあるじゃないですか。あれの量が40から 50g ぐらい入ってるんですよね。ですから毎日ですね、四角いパックを1個食べるだけでこれほどすごい効果が手に入るんですね。簡単なのにすごい効果が手に入りますので、これ結構お得な話じゃないですか。毎日納豆を食べるだけで死亡リスクが結構低下しますので、やっぱりこれはね、皆さんやっぱ食べてもらった方がいいと思いますよね。でまた納豆にはですね、その四角いパックだけではなくて丸いパックもあるじゃないですか。円柱型のね、ちょい少なめの納豆もありますが、丸いパックの場合には 30g から 40g 入っていますので、こちらの納豆のパックでも 26.2g 以上は取ることになりますので、こちらの小さいパックでも大丈夫です。ですので納豆はですね、すごい効果があるということが分かったんですね。だからどっちでもいいので1パック以上は毎日食べましょうということが言います。でやはりですね、納豆は発酵食品ですから乳酸菌も多いし栄養素も吸収しやすい形になっていますので、やっぱり大豆製品なら納豆が一番いいんじゃないかななんて思いますよね。でやっぱりね、そう考えてる方が結構多くて、やっぱりその納豆をね毎日食べてますって方はお話聞かせてもらうと結構いらっしゃるんですよ。ですがこの研究ではですね、意外と最も死亡リスクを低下させたのは別の食品だったんですね。で最も死亡リスクを低下させた食品何かっていうと、発酵していない大豆食品で狭心症であるとか心筋梗塞などの心疾患のリスクを59% 低下させることが分かったんですね。ほぼ6割ぐらいね、死亡リスクを低下させるということですので、めちゃくちゃすごい効果じゃないですか。ですから、納豆はね、その全ての死亡リスクを低下させてくれますので、納豆はね、もちろん毎日食べた方がいいと思いますし、その上でですね、発酵していない大豆食品も健康的にはかなりいいですので、こちらもですね、毎日取りたいところだなというふうに思いますよね。じゃあですね、この発酵していない大豆食品って何を取ればいいかなんですが、私がお勧めしたいのは蒸し大豆なんですね。これはその名の通り蒸した大豆なんですけども、大豆の水煮って売ってるじゃないですか。あれはですね、大豆をお湯で茹でたものですので、これはですね、水溶性の栄養素、水に溶ける栄養素はですね、このグツグツ煮ている段階で結構お湯の中に逃げてしまうんですよね。しかし蒸し大豆の場合にはそんな水溶性の栄養素も逃さずに保っていますので、蒸し大豆で蒸すわけですから、その水がね常に触れてるわけではないですので、この水溶性の栄養素も抜けにくいんですよね。ですからこの蒸し大豆を食べていただくことで大豆のいい効果を全て取ることができるんです。でまた蒸し大豆ってお料理にあまり使ったことがないとか買ったことがないという方もいらっしゃると思うんですが、蒸し大豆って自分でね蒸して作ることもできるんですけども、普通に売ってるんですよ。缶詰とかでも売ってるんですよね。ですからこうやって買いやすいですし、いろんな料理にね結構使えるんですよ。例えばですね、サラダを食べる方であれば、ぜひね毎日生の食品で食べていただきたいですので、毎日サラダをね食べていただきたいんですが、サラダにですね蒸し大豆をプラスしていただくだけでもね結構美味しいんですよね。それで結局お豆を足すことになりますから、普通に美味しいじゃないですか。だからこういった使い方もいいですし、不足しがちなサ
体にね不足しがちなタンパク質も補給できますよね。女性でね結構多いのがそのサラダだけ食べますって方いらっしゃるんですよね。でもそうするとタンパク質が全然足りていないですから、そこに蒸し大豆を足していただけるとかなり栄養面で補給できますね。でまたお味噌汁に入れていただいてもとても美味しいんですよね。でまた他にもですね、和え物であるとか煮物とか、あるいはそのハンバーグとかにもね潰して入れていただけるとこれもとても美味しいんですよ。でそして栄養素もねたくさん取れますからバッチリですので、ぜひ毎日のお料理にですね、いろんなそのお料理にこの蒸し大豆をねプラスしてみてください。で大豆というのはですね、私たち日本人を昔から支え続けてきてくれたとても優秀な食品なんですね。ぜひこの大豆のすごい力をあなたも手に入れられるように、毎日のお食事で取れるような、レシピを考えてもらいたいと思います。でまた大豆の効果であるとか、うつ病に効果的なお豆腐の取り方なども別の動画でお伝えしていますので、次はこちらの動画もぜひご覧になってください。で私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。でまた今回の内容がためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本ですね動画をご覧になっていただいて、あなたが健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。